マイナス22度は寒さを通り越して痛い。すべてが凍る。カセットガスも使えない。一歩間違えるとあの世行きだ。路面はスケートリンクのようにツルツル。ブレーキを踏んでも止まらないことがあった。2024年12月、俺は真冬の北海道で車を買った。7年落ち7万キロの中古車。安いキャンピングカー仕様の軽バンだ。せっかく北海道まで来たので、北海道で何泊かして本州に渡り、青森など東北を回り、北陸の富山県へ帰ろうと思う。納車後そのまま一番寒い旭川に来たら寒すぎて、もうフェリーで帰ろうかと思った。正直おっさんでも心が折れかけた。とりあえず朝まで耐えた。一旦南へ行こう。暖かくなるはず。着いたのは倶知安町。知らなかったが、ここはえぐい量の雪が降るらしい。北海道の本気を体感することになった。結構積もってますね。それでは車内入って温まります。今日なんですけど、ホームセンター行った時にこのケース買いました。上に乗ってる木のボックス1個だけだったんで、収納がやっぱり少なかったんですね。ここ開けると今クッカー入れてます。で、新たに買ったボックスはこんな感じ、食材など入れています。これでかなり使い勝手良くなりました。で、走行中ももうこのまま行きますんで、養生テープでこの下の蓋とこの上の木のボックスがずれないようにしました。こちらどかせばここも平らなんで、車中飯作る時とかに一回具材を置いたりとか盛り付けとかできます。そしてこの回転テーブルなんですけど、かなり便利なんですけど、結構キーキーうるさいんですよね。こんな感じで結構音が鳴ります。ここが鳴ってると思います。ここを回すとちょっと嫌な音鳴りますね。ホームセンターでこの潤滑油556買いました。こっちからもかけておきます。どうでしょうか。お、全然ならない。全然ならないですね。556ほんますごいですね。これでかなり快適になりました。こんな感じで納車してから使ってみて、ちょっとここ使いにくいなとかあったらホームセンター寄ってどんどんブラッシュアップしていきます。はい、今現在車内の温度は 13.7 度、快適です。雪はもう今めちゃくちゃ吹雪いてますね。どんどん吹いていってます。これミラの上なんですけど、こんなにも積もっています。今日の倶知安町は大雪注意報、風雪注意報、
雷注意報、雪崩注意報、注意報が4つも出ています。現在のここの気温なんですけど、マイナス10度ですね。で、今日は何度まで下がるんでしょうか。マイナス11度ですね、今日は。昨日がマイナス20度以下だったんで、なんかマイナス11度だとあったかく感じます。昨日はこの石油ファンヒーターつけても結構寒かったんですよね、直接当たらないと。で、今日は直接当たるとちょっと暑いんで、もうこっち側に向けています。やっぱりマイナス20度とマイナス10度は結構差があるんですね。なんか一緒かなと思ってました。はい、そして今のこのキャンピングカーのサブバッテリーの残量なんですけど、今電圧が 12.7V、 12.7V なんで 75% 残量あります。今日高速道路など4時間走行しましたんで、かなり充電され容量が増えました。さあ、それではお腹空いたんで今日はあったかい鍋いただきます。鍋の具材なんですけど、もう自分がずっと求めていた牡蠣なんですけど、これ洗わずにそのまま食べれるようです。もうこれをね、自分ずっと探してました。車中飯で牡蠣を食べたいんですけど、処理が難しいんですよね。でもこれなら食べられます。そしてこのニラまんじゅう、鍋に入れたのが美味しいよっていうパッケージだったんで、牡蠣とニラまんじゅうの鍋いただきます。ファンヒーター切ったんですけど、この鍋作ってたすごいシャネあったかいですね。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。で、ご飯食べ終わってから少し寒くなってきたんで、またヒーターつけました。だしはかなり美味しいので、明日朝
おじやにしたいと思います。で今回ですね、絶対美味しい出汁が出ると思ってたんで、もうあらかじめこのお箸は直接鍋に入れずに取り箸で取って入れてました。なので雑菌とかも少ないと思います。今回ゴミなんですけど、分別がかなり細かいです。こういった缶やペットボトル、瓶とかは大阪でもね、東京でもどこの県でも分けると思うんですけど、この燃えるゴミとですね、生ゴミ分けないといけません。そして食品トレイ、金属製のもの、いろいろ細分化されています。でゴミの種類によってゴミ袋の色も分かれています。やっぱりあれですかね、北海道は野生動物、ヒグマとかもいてますんで、できるだけ動物を寄せ付けないようなゴミの分別の仕方をしてるんですかね。納車して北海道2日目、無事終われそうです。ほっとします。このヒーター思ったんですけど、やっぱり締め切ったら使えないので、電気ヒーターも欲しいなと思いました。やっぱりちょっと窓開けないといけないんで、その開ける作業ですね。車のエンジンのキー回して、で電源だけつけて、でパワーウィンドウ下げて、でたまに凍ってたりすると動きにくい場合もあります。そしてこんなに気温低いと、このガスファンヒーター消してから寝る準備の時はめちゃくちゃ寒いですね。なんでこういった締め切った中でも使える電気ヒーターはサブの暖房として欲しいなと思いました。ガスボンベなんですけど、このお弁当ウォーマーの中に入れてます。現在28度ですね。で昨日はこのモバイルバッテリーで繋いでいたらいつの間にか切れてるんですよね。これ本当に消費電力が少ないので、もう電気流れたいと思ってモバイルバッテリーはスリープ状態に入るんだと思います。で今回このテーブルの下にポータブルバッテリー持ってきてます。ポータブルバッテリーだったらずっと電源ついてると思います。今日はこちらに挿していますので、明日の朝すぐにカセットボンベ使ってファンヒーターで温まれると思います。明日は北海道出ます。もっと言いたかったです。真冬の北海道は本当別次元。本州の人は想像を超える世界ですね。今回かなり貴重な体験できました。自分は日本を知ってるようでまだまだ知らないことばかりです。もっと知りたいです。おっさんになってからがほんまの冒険ですね。明日も初めての地、青森県です。大間はずっと行きたかったので嬉しいです。とりあえずマグロ食べたいです。
ようございます。昨日寝るときにこのシュラフ頭まですっぽりかぶると思ってたんですけど、途中でなんかもう寝落ちしてました。で、顔は首から上は出た状態だったんですけど、ぐっすり眠れました。外気温マイナス11度くらいでしたら顔出してでも眠れるようです。やっぱり一度マイナス20度を体験すると世界観が変わります。今車内はマイナス 1.2 度ですね。お弁当ウォーマーもついたままですね。それでは早速風暖つけて一旦車内温めます。さあついてくれ。消えました。一瞬疲れへんかなと思ってヒヤッとしたんですけど、火はついてすぐ消える感じでした。でも3回ぐらいしたらついたんで、やっぱりお弁当ウォーマーの力はすごいですね。ノーマルのカセットガスでも十分使えます。はい、じゃあちょっと窓開けて換気します。今日もシュラフはもう折りたたまずにこのまま二重にしたままこんな感じでくるんでおきます。いただきます。昨日の雪の量結構エグかったみたいなんで、車にもかなり積もってると思います。なので雪落とし結構時間かかりそうですね。フェリーの予約もしてますんでゆっくりしたいんですが、一旦もう朝ごはん食べます。一旦普通のソファーモードにします。やっぱりこうやって足を下ろせるのも楽ですね。で、この一番後ろのマットなんですけど、本来はこちら足もあります。でも昨日も足使用せずにそのままここの木のところに乗せるだけにしました。でも全然問題ないですね。はい、じゃあこれでソファーモード完了です。ここの延長マットももう取っておきます。はい、じゃあ昨日のだしですね、こちら使います。ここに何か置いてると冷蔵庫取り出すときちょっとやっぱりめんどくさいですね。一旦抜かさないといけません。鶏団子もう今日食べないといけないんで雑炊に入れちゃいます。はい、じゃあ一旦温めていきます。
ただきます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。で、ずっとストーブ消してたんですけど、自分食べたら結構熱くなるの大切なんですよね。なんで、今おでこにはうっすら汗をかいています。今回両方使い捨て使用しましたんで、これはもう捨てます。お玉をアルコールウェットティッシュで拭いて、後で RV パークのシンクで軽く洗っておきます。昨日の朝晩、そして朝調理してみて思ったんですけど、ここの収納がですね、ちょっと使いにくいですね。結構ね、容量はあるんですけど、縦長なんでぐっちゃぐちゃになっちゃいます。なんで仕切りとかまた DIY でつけた方がいいかもしれません。で、ここで調理するならやっぱりこの辺の収納かなり大事だなと思いました。今回たくさん収納できたんですけど、取り出す時に毎回こうやって取らないといけないんで、もうここからパカッて取れて、こう引き出すタイプの収納、またこちらも帰ってから DIY したいと思います。さあ、それでは外に出てトイレと除雪しないとダメですね。一回外の様子見ます。服装なんですけど、このダウンジャケット結構あったかいんですけど、これ着ちゃうと除雪の時結構暑いと思います。で、このダウンパンツもですね、結構暑いんでもうカッパにします。この防水のカッパですね、こちら着ていきます。で、あと靴の中に雪入ったら結構冷たくて後で大変なんで、こちらをつけて侵入を予防します。このダウンのスリッパめちゃくちゃあったかかったです。あ、ここの下はちょうどいいですね。押し込んでおきます。はい、じゃあまずは下のカッパと上のカッパ着て用意完了です。今回ですね、靴1個しか持ってきてません。やっぱり軽自動車ということで、この狭い空間に普通の靴と長靴あれば結構邪魔になるかなと思いましたんで、この中間の長さのスノーブーツを持ってきました。さあ、どうでしょうか。あ、もう結構な高さまで積もってます。おお、すごい、結構積もりましたね。もう車タイヤ半分まで来ています。一周ぐるっと雪の中に埋もっています。で、下はちょっとだけ開いていますね。これエンジンかける前に必ずマフラーのとこ雪抜けないとダメですね。もうフロントウィンドウはもう何も見えません。ワイパー立てといてよかったですね。これ立てなかったら絶対曲がってると思います。後ろのワイパーもかなり雪積もってますね。で、これソーラーパネル屋根なんですけど、もう全く見えません。これは発電量今日は期待できないですね。このボディもつららが凍ってついています。あ、結構簡単に取れますね。この辺はキーないんで、ある程度タイヤ周りだけ取っておきます。で、フロントウィンドウから前に落ちてこのバンパーですね、もうナンバーがモザイクなしでもいけるぐらい隠れています。ヘッドライトも付着しています。こちらは LED じゃなくてハロゲンランプなんで行き道も安心です。これ屋根も結構な重りになってそうですね。ただ雪質はやっぱりサラサラしています。もうこれつららが落ちて剣みたいになってます。で、マフラーなんですけど大丈夫ですね。雪は埋もっていません。じゃあこのままエンジンかけられますね。じゃあ暖気運転しながら雪落とししていきます。まずはこのスコップと、ドアが固まってこの辺凍ってますね。そして雪落としブラシ、かかった、よかった。屋根から落としていきます。ここの隙間も入り込んでるんで
バックドア開かない可能性ありますね。一回開けてみます。お、いけました。開きました。よかった。そしたら前も落としていきます。おお、すごいな。この辺下凍ってますね。フロントウィンドウが見えてきました。反対側もこの辺がね凍ってて、取れますね。手で取れます。凍ってるところも。中の温度がヒーターなどであったかいんで溶けたんですかね。それが夜中になって凍ったかもしれません。この辺走行したら絶対落ちてくるんで入念に落としておきます。凍ってます。すごい結露ですね。今までで最高の結露量かもしれません。まとめ取っておきます。このね氷解スプレーっていうのはありましたんで、これ一回使ってみます。はい、かけて 2,3 分経ちました。そんなに取れてないですね。はい、こっちがどうでしょうか。あ、こっちはそんなに取れてないですね。やっぱフロントガラスにかけるようかもしれません。ボディとかはあんまり効果がなかったです。ちょっとね、この前に降りてきた雪なんですけど、すごい量あります。のけときます。この雪落としてと思ったんですけど、K1 4駆のこの雪道走行性能ですね、どのぐらいあるんでしょうか。ちょっと試したいんで一回このまま出てみます。向こうの方だけ少し落としたんですけど、この半分以上はまだフロントバンパーもね埋まった状態です。この後ろのカーテンなんですけどね、結露で結構濡れています。いけましたね。4駆なんでやっぱパワーあります。こんなにも高さありました。どうですかね。これも50センチぐらい来てますね。でこのレベラ取っておきます。やっぱりちょっとね傾斜あったんで、この1段か2段ぐらいは調整できるようにコンパクトなレベラー持っといたら楽ですね。こういったウィンドウマスクという外にあるカバーですね。こちらホームセンターで買ってました。で次これ試してみます。今日みたいに豪雪地帯だったらもうこれ外にかぶせるんですけど、これしといたら一瞬で取れると思います。はい、で最後にゴミ捨てていきます。これがゴミステーションって書いてますね。ここですね。じゃあここに捨てていきます。このガスボンベ捨てられるのはネタですね。いや最高の RV パークですね。今回残念ながら羊蹄山が全く見えません。雪雲で隠れています。ただ昨日来るとき少し見えたんで良かったです。はい、中の結露もほとんど取れてますね。じゃあまたホームセンターとか寄っていろんなもの買いながら函館へ向かいます。チェーン装着用のパーキングに停まりました。ここから先の峠道なんですけど、大型車はチェーン必須のようです。書いてました。大型車は肉が多いんですよね。
なんでチェーンが必須になると思います。このマイクロバカンチェスはパートタイム 4WD です。切り替え式です。でもうずっと4駆で走ってきました。スタッドレスも履いてるんで、もうこのまま行きます。もうフロントはガチガチに凍ってます。つららもたくさんついてます。でチェーンは持ってきましたんで、もしやばそうだったらチェーンも装着します。いや、それにしてもすごい景色ですね。ここから先はさらに気を引き締めてゆっくり進みます。この新雪の雪道走んの気持ちいいですね。やっぱりチェーンが必須ということで上りが多いですね。一つ長い上りを登ってからまた上りがある、そんな感じの道です。うわ、すごい力強いですね。やっぱりガンガン登っていきます。このマイクロバカンチェスパワーもあってどんな上りもスイスイ登ってくれます。そしてコーナリングではキャンピングカーのようにロールはしないので山道も楽々です。自分がもう一台乗っている K キャブコンは滞在型のキャンピングカー、このマイクロバカンチェスは移動型のキャンピングカーでまた違った旅を楽しめます。いやー、しかし最強のおもちゃを手に入れたかもしれません。はい、じゃあここから高速道路入ります。はい、フェリー乗り場到着しました。ちょっと時間がギリギリなんで急いで受付していきます。はい、軽自動車込みで 12,450 円です。3番乗り場なんで大きい方じゃなくてちっちゃい方ですね。こっちがです。じゃあダッシュボードに置いて、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。前まで行ってもらっていいですか。はい、じゃあ船入ります。はい、入りました。結構こじんまりしていい感じですね。でここですね。完了しました。じゃあ中入ります。約90分の船旅です。今回は一番安いスタンダードっていうところにしました。こんな感じでスタンダードの部屋と、あとは女性専用とファミリールームのスタンダードがあるようです。こんな感じでもう雑魚寝のとこですね。3階もスタンダードあるみたいなんで1回行ってみます。はい、特に景色が見えるわけではなくて普通の雑魚寝部屋でした。でこっち側はカジュアルシート、なんかバスのようになってますね。ビールも売っています。あとはカップヌードルやコーヒーも売ってますね。アイスも売っています。この小豆もなかとコーヒーとかお茶を合わせるのもいいですね。はい、青森県到着しました。初めて来ました。もう真っ暗ですね。5時半です。どうしましょうか。一旦本州最北端の大間岬行きたいんですけど、そこにね無料のキャンプ場あります。今日はそちらで車中泊します。で途中ですねスーパー寄ります。港のすぐ近くにスーパーありました。前田と書いてます。横にはドラッグストアもあり、で反対側はローソンなどコンビニもあります。ここが本州最北端の町なんですね。すごい寒いんですけどね、雪はあまり積もっていません。青森県は豪雪地帯のイメージがあるんですけど、もう道路上は全然積もってなくて、この道路の横の土のところに少し積もっているぐらいです。でも駐車場濡れているところはもうスケートリンクのように凍っています。これ気をつけないと危ないですね。マイクロバカンチェス納車して北海道からここ青森まで約580キロ走行しました。もう下回りは凍っていたり、すごい融雪剤や泥などでめちゃくちゃ汚れました。なんかだんだんたくましく思えてきました。本州最北端のスーパーはどんな食材があるんでしょうか。まずはお魚のコーナー行きます。やっぱり大間といえばマグロですよね。マグロありましたね。あれマグロなんですけど、台湾、そして静岡、これ鹿児島ですね。これはカツオですね。
売ってないですね。大間のスーパーに大間の本マグロって売ってないもんなんですね。今日はもう遅いんで明日また直売所など回ってみます。あと大間牛っていうのも有名みたいなんですけど、オーストラリア産、アメリカ産、大間牛も売ってないですね。思った食材は売ってなかったんですけど、青森県の食材も買っておきました。車内でいただきます。この近くにお風呂あるみたいなんですけど、今日はもうお腹空いたんで社食スポット行ってご飯食べて寝ます。で、明日なんですけど、青森県といえば日本で一番雪の多い豪雪地帯酸ヶ湯温泉、ずっと行きたかったんでそちらでお風呂入ります。それでは冷蔵庫に食材入れます。あ、ここ手袋してでも電気つきますね。これは便利です。結構奥行きありますんで、もうこのスーパーの袋そのまま一旦入れとけます。はい、この辺なんですけどね、もう真横は海です。雰囲気は夜なんでちょっと怖めですね。はい、突如現れました。トイレもありますね。はい、到着しました。誰もいませんね。ここが駐車場でトイレすぐ横ありました。でね、横がキャンプ場なんですけど、これテントサイトです。で、明かりはあるんで少し安心しました。こっちの駐車場結構明かり少ないんで暗いですね。で、海が横なんで風がめちゃくちゃ強くて風の音がすごいします。無料のテントサイトです。ここテント張っていいのすごいですね。住宅も周りにあるんで結構治安がいいかもしれません。夏場は人多そうですけど冬は少ないんですかね、やっぱり。で、駐車場はほぼ平行ですね。少し前が下がってるんですけど、もうこれだったら気にならないと思います。で、本州最北端の場所はすぐ近くなんですけど、もう暗いんで今日やめてきます。明日の朝行きます。夜中から雪が少し降るみたいなんでフロントカバーですね、一回試してみます。こんな感じで普通のビニールシートみたいな感じですね。めっちゃ風強いですけど、今日風が強いんでちょっと取り付けるの難しいですね。なんとか取り付けることができました。結構風でバタバタしてたんですけど、もう引っ張りながらバーンって閉めました。これビニールシートなんですけど防寒の役割もありそうです。現在車内の温度が 3.8 度ですね。寒いんで早速ガスファンヒーターつけていきます。窓も開けておきました。パパッとカーテンして車中泊のセッティングします。ほんとこのホックで止めるカーテンめちゃくちゃ便利です。窓のすぐ上にレールつけてるんで隙間がすごい少ないんですよね。車中泊の準備で一番めんどくさいシェードもしなくていいし、2日間寝てみて感じたんですけど、やっぱり断熱効果もありますね。これ全部の窓にカーテンがあります。これを例えば自作しようと思ったら穴開けないといけないですよね、車体に。それはやっぱり DIY では気が引けるし、リセールバリューも気になります。でもこれはもうこういう車として売られているんで、リセールバリューは気にしなくていいのはすごくいいですね。足元冷えますんで、このダウンパンツ、ナイロンなんですけど、ダウン風パンツとあとはルームシューズ、こちら履きます。この足元にあるこのスノーブーツ置いてるトレイみたいなのあるんですけど、これホームセンターで買いました。横にポータブルバッテリー置いてるんですけど、サイズがちょうどでした。そしてこの帽子もホームセンターで買いました。こんな感じで耳当てがついてます。こんな帽子誰が被るんやろうと思ってたんですけど、被ったらめちゃくちゃ暖かかったです。今まではこういったジャケットについてるパーカー被ってたんですけど、パーカーのタイプですと暖かさはそんなに問題ないんですけど、何よりですね、雪降った時にパーカーにすごい積もるんですよね。でそれを振り払って入るのが結構見えないんで、ついてるとこ分かんないんですけど、この帽子なら
パッて脱いで、もうこれパンパンってしたら全部落ちるんですよね。なので今回これかなり重宝しました。やっぱり雪国はそれぞれの地域の雪の質がありますんで、地元のホームセンターに行って防寒着買うのが一番その地域に合ってますね。あともう一つ買いました。こちらなんですけど、この横置きと縦置きできるセラミックヒーターです。消費電力が定格出力 800W、 これ強での電力消費です。弱にすれば多分 400W くらいだったと思います。北海道に200して思ったのが、ガスファンヒーターすごいあったかくていいんですけど、やっぱり換気必要なんで、寝る直前とかは閉めないといけません。で閉めた状態でもね、かなり寒いんですよね。でその時にこのセラミックヒーター使ってみます。で電気なんでこれ寝落ちしても安心ですね。はい、あともう一個なんか面白そうな食器やったんで買いました。こちらなんですけど、なんかラップがぴったりくっつく食器のようです。大きい方のお皿もありました。で車中泊の時汚れ防止でラップ敷くんですけど、ピタってくっついたら汚れにくいと思いますんで、一回試してみます。で風暖今ジャケットつけてるんですけど、暑くなってきましたんで上のジャケット脱ぎました。やっぱりあれですね、北海道のマイナス10度マイナス20度の世界だったら、この風暖つけていても車内が暑くなるということはありませんでした。でも外気温0度ぐらいでしたらすごく暑いです。改めて北海道の寒さを思い知りました。で晩ご飯なんですけど、残念ながら大間のマグロは売ってませんでした。なんでもう今日は電子レンジで簡単に調理していきます。でマグロは売ってなかったんですけど、これなんか青森の名物らしいです。べこ餅、お餅ですね。カラフルな絵が描いています。電子レンジで調理するアイテム、家から何個か持ってきてます。今日は電子レンジの調理アイテムを使って車中飯いただきます。でこちらなんですけど、お餅を電子レンジチンしてもくっつかないという商品になります。100均で売ってました。このべこ餅温めてみます。ちょっと車内暑くなってきたんでもう切っときます。また寒くなったらつけます。電子レンジで 600W30 秒から40秒のようです。はい、じゃあマイクロバカンジェスのインバーターつけます。これで AC コンセントが使えるようになりました。現在のサブバッテリーの残量は 12.7V です。 12.7V は 75% ですね、残量。今日は電子レンジ調理とこの電気のセラミックヒーターも使えますんで、結構消費します。バッテリー残量がなくなってしまうかもしれません。じゃあとりあえず30秒いきます。あ、確かにこっつきやすいですね。はい、30秒だとまだですね。10秒ずつ様子見ていきます。結局2分ぐらいしました。これでだいぶ柔らかくなりました。ほとんどくっついてないですね。水蒸気が多少ついてるぐらいです。ポン酢持ってきてましたんで、ポン酢でいただきます。いただきます。あ、普通のお餅とちゃいますね。すごい甘いですね。噛めば噛むほど甘さが出てきます。べこ餅美味しいです。これまた家帰って家族と食べます。なんかね、砂糖のような甘さというか、本来のお米の甘さというんですかね、それが噛むほどに出てくるんで、何個でも食べれそうです。で次なんですけど、アメリカ産の牛バラ肉買いました。こちら電子レンジで焼き魚とか焼ける商品なんですけど、一回肉焼いてみます。でレトルトのご飯ありますんで、こちらで焼肉丼作ります。
これうまくいかないかなと思ったんですけど、意外とうまくいきました。味はどうでしょうか。それではいただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。今回薄いお肉だったんですけど、分厚いお肉もできるんですかね。今度チャレンジしてみます。そして面白いのが、意外と匂いしないんですよね。結構ね、密閉されてます。で、水蒸気だけ少し抜ける設定になってます。じゃあお皿からラップを剥がして、でお肉の調理で使ったキッチンペーパーをこの中に入れます。そしてこれをくるめば、匂いも閉じ込めることができました。はい、お皿の方は汚れてないですね。このレンジ調理器の方は少し濡れています。水蒸気だけですかね。匂った感じ、ほんのり肉の香りがするかどうかなっていう感じです。蓋の方も水蒸気が出ていますね。こちらもほんのり肉の匂いがします。でも汚れはついていないので、一旦アルコールウェットティッシュで拭いていきます。こっちも拭いていきます。これでもうアルコールウェットティッシュの匂いしかしません。一旦これで保管して様子見ます。こういった電子レンジ調理器、今回2つ試してみたんですけど、ありですね。なんか他にもこんなんあるんですかね。いろいろ試していって、車中飯で使える電子レンジ調理器を探していきます。インバーター切っておきます。はい、今のバッテリーのボルトが 12.4 ボルトです。 12.4 なんでだいたい65%ぐらいですかね。余った食材はまた冷蔵庫入れて明日以降の調理に使います。今のところ車内では焼肉の匂いはあまりしていません。でも自分ずっといてるんで鼻が慣れてしまっている可能性もあります。また明日の朝出てから匂い確かめます。ガスファンヒーター切って寒くなってきました。車内閉め切ったままでも使えるこのセラミックヒーター、電気で使用してみます。 AC コンセントはこの椅子の下、インバーターの前面にあります。こちら電気の消費量は何ワット消費しているかなどは分かりません。メーターなどついていません。バッテリーの電圧を見て残量をだいたい予想していきます。はい、じゃあつけてみます。弱でいきます。ほんのりあったかいですね。これはないよりかは全然いいです。一旦マックスの強にしてみます。これで約800ワット消費します。電気はさらにやっぱあったかくなりました。もうこの辺離れていても体全体があったかく感じます。でも800ワットはかなり消費しますんで弱で使用します。こういった IH 調理器、だいたいいつも500ワット600ワットで使用するんですけど、これがマックス800ワットです。800ワットは結構ね火力強いです。それと同じぐらい電気消費しますんで、800ワットで常時使用するのはさすがにバッテリーすぐなくなると思います。この2台体制ですね。電気とガス、荷物増えてしまうんですけど、電気は結構コンパクトなんで結構ありかもしれません。車内全体を素早く温めるのはこのカセットガスの風暖、そしてあったかい範囲も限られてるんですけど、こうやって当たる分では結構あったかいんで締め切ったままでも使える電気ヒーター、寝る前はこっちの方がいいですね。あんまり長時間は使えないと思いますので、早めにベッド展開して歯磨きして寝る準備していきます。なんかですね、ここすごい風が強くて
車がたまに揺れています。グラッという感じですね。でも自分結構慣れてきたんで今日は眠れると思います。もうすぐ横が海で津軽海峡ですね。やっぱり荒波があると思いますんで風も強いと思います。こういったキャンピングカー仕様やキャンピングカーって風で結構入れるんで、なんか風の揺れない防振ジャッキみたいな手軽に設置できるものがあれば試してみたいですね。そしてセラミックヒーターですが、もうこのマットの下に収納しました。というのもですね、30分ぐらい使用してバッテリーが 12V 以下 50% 以下になっちゃいました。鉛バッテリーは 50% 以下になると著しくバッテリーが劣化します。なのでもう使用をやめました。ちょっと減るのが早い気がします。もしかしたらもう中古で買ったバッテリーなんでかなりへたってるかもしれません。このお弁当ウォーマーなんですけど、明日の朝カセットガス使えるように電源入れとこうかなと思ったんですけど、ここの最低気温調べたら明日の朝ですね、0度が最低のようです。なので氷点下入らないのでもうそのままにしときます。青森初上陸して無事今日も終えそうです。青森着いたのが夜だったのでほとんどまだ景色見れてませんが、明日の朝楽しみです。スーパーからここのキャンプ場来るまで Google ナビで結構狭い住宅街の道案内されたんですけど、軽自動車なんで余裕でした。どこでも行けそうですね。明日は日本一の豪雪地、世界一の豪雪地とも言われている酸ヶ湯温泉に温泉入りに行きます。このマイクロバカンチェスハイゼットカーゴクルーズターボ4駆の実力が試せます。雪やばそうだったらやめときます。明日もワクワクが止まりません。それではおやすみなさい。おはようございます。昨日早く寝たんで8時間ぐっすり眠れて疲れが取れました。現在の車内の温度が 2.1 度ですね。今日の朝の外気温の最低気温が0度ぐらいだったんで、ほぼ外と一緒ですね。やっぱり競馬なんで断熱性があんまりないですね。で、このノーマルのカセットガスそのまま使用してみます。あ、つきましたね。あ、消えちゃいました。つくけどもすごい火がとろ火ですね。あ、でもほとんど入ってないですね。このお弁当ウォーマーの中に入れていたノーマルのカセットガス、こちら使っています。今回は温めていません。さあついてくれ。結構勢いよくついてますんでいけそうですね。外気温が0度程度で車内が2度程度でしたら、このノーマルのカセットガスでも大丈夫ですね。やっぱりこういう寒い車内の中で朝窓を開けずに使えるセラミックヒーターが使いたいんですけど、昨日電子レンジたくさん使ったんで 50% 以下なんでもうやめときます。やっぱりこういう時はガスは便利ですね。少し換気のため窓開けときます。電気のセラミックヒーターで暖を取るにはやはりバッテリーは鉛バッテリーじゃなくてリチウム化が必須ですね。
いただきます。はい、ごちそうさまでした。なんかこうやって人の家の前の近くで食べてるの面白いですね。それではもう片付けて外の様子見てきます。フロントカバーですね、どうなってるんでしょうか。でその後ですね、この近くの大間崎行って本州最北端で記念撮影してきます。昨日自分大間岬と思ってたんですけど、正確には大間崎だそうです。おお、うっすらと地面が白くなっていて綺麗ですね。芝生はちょっと見えています。駐車場も白く染まっています。昨日の夜も結構汚れてるなと思ったんですけど、日焼けるとやっぱりすごい車体が汚れてますね。なんかここまで走ってきた勲章という感じがします。ここのキャンプ場本当面白いですね。この四方が住宅囲まれてます。で敷地内にお店もあります。マグロ料理をいただけるようです。マグロ胃袋300円、マグロ心臓、こっちのお店もそうですね。マグロの胃袋、心臓など大間ならではですね。どんなにするんでしょうか。食べてみたいです。結局このキャンプ場は昨日誰も来ませんでした。こんな感じで何か足跡があります。何かの野生動物が歩いていたようです。フロントカバーなんですけど、今回雪が全然積もらなかったんで意味なかったですね。また今度試してみます。でこれ弱点としてですね、結構バタバタするんで風が強いこういう場所はまあまあうるさかったです。はい、取り外していきます。取り外すのは一瞬でした。あそこの緑の建物の裏が大間崎のようなんで行ってきます。あ、書いてますね、こちら。あ、ここですね、ありました。ここ本州最北端の地。うわ、すごい。この津軽海峡をバックに北海道が見えてます。いやー、すごい絶景でした。来てよかったです。しかし誰もいてないですね。じゃあせっかくなんで記念にジャンプしておきます。このマグロ猫でジャンプします。うわ、すごい風。到着しました。行きます。マイクロバカンチェス本州最北端到着。あ、ここのお土産センターも朝から開いてますね。あ、このポスト本州最北端のポストのようです。本州最北端のポストからお手紙出しませんか。なかなかロマンありますね。ちょっと入ってみます。はい、青森県産の食材買ってきました。で肝心の大間のマグロなんですけど、冷凍がありました。でもね、ちょっとね7000とか5000とか結構高かったんで、もう一軒回ってみます。ここの駐車場から車で3分ぐらいでマグロの直売所があります。ちょっとこのトイレ最後借りてから出発します。大間キャンプ場さん、すごい贅沢なひとときでした。ありがとうございました。次は夏もここ来てみたいですね。うわー、すごい。ここ津軽海峡なんですけど、見たことない数のウミネコがいます。すごい餌が豊富なんですかね。あ、ガソリンスタンドありますね。給油しておきます。今回の旅3回目の給油です。はい、満タン入りました。後でまた燃費計測します。あ、ここですね、すぐありました。大間マグロ直売所書いてますね。じゃあ行ってきます。新鮮な青森県大間マグロゲットしました。それでは今から日本一の豪雪地酸ヶ湯温泉へ出発します。おー、すごい。ここがよくニュースで見る酸ヶ湯温泉なんですね。やっぱり人気の
温泉地です。あ、すいません、お忙しいとこ失礼します。ちょっと自分辺りは真っ白です。これすごいな。もう遭難してるみたいです。この車すごいですね。もう何も見えなくなってます。